はい、ゆとりヘブンのイオです。今日はですね、自分の病気の体験談を記録としてこの動画に残そうかなと思っております。普段はバイクとかキャンプとか田舎暮らしとかね、そういうのを発信してるチャンネルです。で、たまにこういう語り系もやったりします。それで、YouTube をですね、2年くらいお休みしてた時期があったんですけども、その途中でちょっと体調を崩して、去年の秋頃、ちょうど1年前ぐらいに1ヶ月弱ぐらい入院してたことがありまして、全身に水ぶくれ水疱ができてしまって、もう痒くて痒くて仕方がないっていう猛烈な痒さに襲われる皮膚の病気です。本当毎日ね、痒くて痒くて気が狂うって言葉がもうぴったりなぐらいの本当辛いことがありました。見た目もね、かなりショッキングな感じ。治療に使ったステロイド薬もね、マックス量を投与してもらってながら治していったりとか、結構壮絶な感じの内容だったんですけど、なんだかんだでも当時の自分すごいめちゃくちゃハッピーに過ごしてたんですよね。いろいろあったんですけど、総じてすごい貴重な体験で動画を撮ったり写真を撮ったりとかもしてたので、記憶が薄れちゃう前にまとめて動画にすることにしました。で、私はお医者さんではないので、この病気の経験者ではあるけども、詳しいことはあまり分かってないので、こんな症例もあったよ、こんな風に過ごしてたよっていう、一人の記録、日記を覗いてるみたいな感じで見ていただけたらなと思います。で、収めていた写真動画もすごいショッキングな映像、グロデスクな感じなので、皮膚がただれた感じとかはちょっとそういうの苦手っていう人は目を細めながらね、見ていただいたりとか、苦手な人は気をつけてください。はい、ということで本編に行きたいと思います。まず病名なんですけれども、タイトルにある通り、自家感作性皮膚炎っていうものです。特定の場所が炎症、例えばここが炎症を起こして、そこが原発層っていうきっかけみたいな大元。ここが炎症するならわかりますよね。傷だから。でも、その全く関係ないところも、全身、俺もってなってしまう。自分でいろんなとこに自家生成しちゃう。っていう免疫システムの異常で起こる皮膚疾患です。で、私の場合はなんですけど、多系日光疹っていうちょっと日焼けとか日光に弱い体質もあって、去年のね、夏に海に行って背中をこんがりどころじゃないの、ガチャンガチャンにバキバキに背中をね、日焼けしてしまったんですね。写真がこちら。で、腰と背中と大きい面積をね、やけどしてしまいまして、とにかくかき壊してしまったんですね。腰とか肩あたりが原発層になってしまって、全身に水疱が始まったって感じです。でもすごいありがたいことに、首から上はほんとここら辺に1箇所だけと、あとお尻パンティあたりは全く出てこなくって、だからすごい治療がしやすかったっていうか、もう座ってられるっていうね、感じで。ありがたかったです。で、あと私すごいジンマシン体質がありまして、お酒飲みすぎた次の日、どっか痒いとか、あと小麦とかお肉とかも食べたらすごいどっか痒くなるみたいなのがあって、それも相まって、日焼けをね、めっちゃした数日後に、お祭りの出店で佐世保バーガーをね、かぶりついたんですよ。そしたらその数十分、1時間後ぐらいからもう、うわーって痒くなって、それでもう、これでもかっていうから、グワーって書いた。あの時期が一番辛かったんですけど、もうとにかく、誰かを殴りたい。うわーって思い出しただけでももうイライラしてきちゃうんですけど、もう二度と経験したくない。ほんともう冒頭でも言いましたけど、もう気が狂うってこんな感じか、みたいな。あ、私は今気が狂っているんだって思ってました。それで最終的に大きい病院に行って、その場では難病で指定されてる尋常性天保層で診断されて即入院だったんですけど、数日後の検査結果では天保層じゃなくて自家感作性皮膚炎だねって感じでした。っていう全体の流れなんですけど、入院するまでが実はね結構しんどかったりとか、いろいろと順序よく話していけたらなと思います。はい。で、ハンバーガーを食べてから3日後、こんな感じです。写真どうぞ。はい。この時はもうどんどん痒くなってきて、関係ないとこまでどんどん出てきて、こいつら関係ないやんっ
はあってなって、最初は近所の皮膚科に行ってみたんですね。そこですぐ自家観察性皮膚炎だねって言われて、ステロイドをもらって、帰宅みたいな感じだったんですけど、1週間分もらったし飲んでたら落ち着くでしょうと思って、で自宅でかゆいなと思いながらも過ごすことになり、もうついにですね、手のひらとかを超えて足の裏もう全部ブツ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 、もうハスコラ状態になってしまって、でももうだんだんなぜか悪化していくんですよね。もう水ぶくれがもう腰いっぱい、手のひらでこのぐらい全部水ぶくれになって、上の方も全部水ぶくれで、もうお風呂とかも一人で背中も洗えなかったから、実家行ってお母さんに背中洗ってもらってました。もう歩けないんですよね、痛すぎて。皮が破れるっていうよりもしみる、肉と皮膚の間に水がこう移動していくみたいな感じで、こう潰れるんじゃなくて足の裏全体が水ぶくれになっていっちゃうような、なんかすごい痛かったんですよ。だから歩けなくて、足の裏がひどすぎて。でもついにトイレにはハイハイで行くようになりますね。ハイハイって言っても手のひらも痛いから、こう前はここだけで歩くみたいな。であと膝はもう膝のブツブツは諦めて、で足の指とかも使えないから、膝と指と指にだけでこう一生懸命歩いてトイレ行ってたんです。トイレに着いたらいいものの、もう本当にこう立ち上がることができない。どうしようみたいな。めっちゃトイレしたいのに立てない、どうするみたいな。やばいっつって楽しかったです。でその日の午後にはもうちょっとトイレ諦めて、おむつを部屋に持ってきてもらって、お母様に。であてがってそこに用を足すみたいな。ってぐらいもう足の裏の水泡が痛くって歩けなかったです。でもね、すごいそれがね、サバイバルしてるなって感じがして、めっちゃ楽しかったんですよね。痛いけどこの限られた状況でじゃあどうするみたいなのって、なんかこうキャンプみたいと思ってでおむつに楽しくトイレしてました。おむつってすごく便利なんだなって思いましたね。そしてハンバーガーを食べてから5日目、なんとですね、口の中にまでやってきました、そいつらは。口まで来るのって感じなんですけど、もうベロから上顎からもう全部水ぶくれで、ベロがどんどん苔みたいになってきて、日々細胞の生まれ変わりとかがあるはずなのに、それがなんか止まってしまったみたいな感じで、ベロの上の苔がすごくなって、でもう口臭みたいな。その時はマジでワッと入りましたね。私もしかして一生こんなに口臭いのかな、もう好きな人ができてもチューできないのかなって、その時は落ち込んでました。でこのベロは、今時系列無視すると、ベロはそのうちね、だんだん取れていくんですけど、その苔みたいなのが。でそれが未来だったんですよね。こうブツブツの部分、ベロの味を察知するブツブツの部分が全部取れちゃった。でベロがトゥルンってこうラップしたみたいな、トゥルンって何もなくなっちゃって、で味がもう何もわからないみたいな。でぶつかると痛いっていう状況ですよね。なんでこう喉の奥の方にご飯を置くとほんのり味わえる、ここら辺で味わうみたいな感じでした。でももうおかゆとか卵かゆとか、もうその米のざらつきがすっごい痛くて、できるだけそのまんまもう喉に送り込むみたいな感じで、でもう入院までは数日間ずっと酢うどんを一本ずつこう喉の奥に送っていくっていう食事をしてました。はい。そしてハンバーガー食べてから6日目、その時がもう土曜日で、病院やってない、明日もやってない、ちょっと様子見ようみたいな感じで、その日は上顎がね全部ドゥルーンって取れました。ワンタンを2枚重ねたぐらいの厚さのやつがブロンって取れました。それもすっごいヒリヒリ、思い出したら痛くなっちゃった。そして、猛烈に痒くなってから7日目、この日はですね、久しぶりに数時間まとめて寝れたんですよね。それで朝気持ちよく目が覚めて、そんで歩いてトイレに行くこともできました。一回おむつまで行ったから、もう自分の足でトイレまで行けるっていう、もうこの感動すごかったですね。でもこの頃には、ギリギリ歩けたけど全然良くならないくって、なんか様子見だったけど、これいよいよ長期戦やぞと気づいてしまった。だいたい10日ぐらいで治るかなって思ってたんですけど、あれこれやばいかも、あれ
ってなって、そこで初めてバットに入ったっていうか、なんかそこまではね不自由を楽しんでたんですけど、やばいってなりましたね。そして、次の日月曜日になってようやくもう一度皮膚科に行くんですね。そしたらもう「おいこれやべえ!」ってなって、で紹介状をいただいて、次の日大きい病院に行って、これは大変です、即入院ですってなりました。でその時はもう尋常性天胞層っていう診断を一回されたんですけど、もうそれだったらもうステロイドの量がもう凄まじいから3ヶ月はもう退院できない、今年中に退院できたらいいねみたいな感じで、思ったよりも長期戦ってなって、でも本当にマジの要介護状態。お風呂ももう頭洗うのも指が全部水ぶくれで大変だったから、全部お母さんにお願いしてたから、これ以上お母にも迷惑かけられないということで祝入院って感じであと長期入院もね初めてだったから、ちょっと楽しそうって感じで、かゆいのが出てから8日9日間ぐらいは家で頑張りましたね。これが結構大変だったんですけど、そこから入院しまして、ステロイドの量はマックス出て、確かなんですけど 45g ってことは5粒とか飲んでたのかな。でもね、そしたらもうどんどん良くなって、どんどん新しい皮膚がねできてくるんですよ。西洋医学素晴らしい。でここからどんどん良くなるんですけど、良くなるっていうことは、古いものが落ちていくんで、一番この瞬間がグロテスクなんですけど、今から動画を出します。どうぞ。肌がどんどん綺麗になるんで、顔のお肌の調子もすごく良くなってきてて、個人的にはすごいご機嫌でした。でもやっぱ治療のためのステロイドなんですけど、副作用で交感神経がもうバッキバキになるんですよ。あれが結構大変でした。もうね、夜寝れない。あと別の副作用でもうとにかくお腹がすく。何か食べたくてしょうがなくて、1日2時間ぐらいはもっぱん動画見てたと思います。お腹は空いてないのにどんどん取り入れたいっていう感覚で、食欲がこんなにあるのってこんな辛いんだっていう、なんかダイエットとかでも経験したことがないぐらいのすごい食欲になるんですよ。あと別の副作用でうんちがガッチガチに固まる、それがすっごい一番修行だったかもしれない。でもね、そんなことがありながらも最高の副作用もあるんですよ。多幸感でした。本当に毎日この上なく幸せな気持ちで毎日過ごしてて、単純に体がどんどん治っていくっていうのと、できないことがどんどん毎日できるようになっていくんですよ。歩けなかったのが歩けるようになって、おむつじゃなくてトイレまで行けるとか、一人でお風呂が入れるとかで、ベロの苔もだんだん生えてくるんですけど、ちょっとずつ食べ物の味が分かるようになるんですよ。それがすっごい感動。しかもお腹も空いてるっていうのもあるのも相まって、食べ物ってこんなに美味しいんだみたいな、奇跡だって思いながら食べてましたね。毎日がすごい感動することもたくさんあったし、多分副作用で多幸感っていうのも相まって、もうとんでもなく毎日ハッピネスみたいな感じでした。ちっちゃいなんか日常生きてるっていうことに、体があるっていうことに対して、こんなにも解像度高く感謝して毎日を生きるみたいな、一口いただくだけでももう奇跡なんですよ。これが今から私の体になるんだ、ワンネスみたいな。ご飯を毎回いただく時に本当に心からの「ありがとうございます、感謝していただきます」っていうのがもうできる限りの感謝が毎回ドーンって溢れてきて、思い出すだけでも今もすっごい幸せな気持ちになっちゃうんですけど、あの時の感情を私は「いただきます」に閉じ込めて、今でもご飯いただく時に「いただきます」で「なんて尊いことだ」と思って「いただきます」をするようになりました。っていう副作用なのか、その時の私がマジで最高にただのハッピー野郎だったのかよくわかんないんですけど、こういう多幸感もありながらも、ステロイドの副作用で逆鬱になっちゃうパターンもあるみたいで、ホルモンがね変わってすっごい多幸感になったり、すごい落ち込んじゃったりっていうのもあるみたいです。はい、で入院4日目、ステロイドの投与量がねマックスなだけあって、もうどんどんむげてって、もう写真はねすごく痛々しいんですけども全然痛くないです。入院5日目、この日ですね。この日に舌にベロに新たな苔が生えてくるんです。これがもう感動の始まりですね。だんだんと生え始めてからはもう本当病院食がもうフレンチフルコース1人3万円しちゃうみたいなぐらいの、もうほんと美しい
ありがたい素晴らしい食べ物っていう気持ちでいただいてました。未来がベロの未来があってよかった、味わえる機能が私に備わっててよかった、世界ってなんて美しいのっていう感動はもう一回ね未来をなくした人じゃないとわからないと思うんですけど、すっごい感動ですよ。そりゃもう多幸感に溢れちゃいますよ。そうで、日記にも病気になって本当によかった、ご飯がこんなに美味しいものだとは知りませんでしたって書いてありました。で、入院10日目とかになってくるともう本当に痛いとこも痒いとこも一切ない。爪は痛かったな。爪はずっと痛かったんですよ。爪の中にも水疱ができちゃって、皮膚と爪が剥がれるわけなんですよね。で、いつしか勝手に空間だけ作って水はどっかに消えるじゃないですか。ここがすっごい深爪みたいななって、こういう風にやる時とかに指と爪の間に入ってくる、それがもう猛烈に痛くて、ずっとこういう感じで指先を守りながらこういう風にやって、なんかいろいろ持つ時とか触る時も痛いから、ずっとこういう感じで、シャンプーとかもずっとシャンプーすごい大変だった。そう、こういう風に指先がとにかく痛かった。爪が痛かった。まあそれ以外パラダイスで、もう10日目ぐらいからもう暇つぶしにじゃあ絵を描こうみたいな感じでね、お絵描きをしてみたりとか、そっからねお絵描きに目覚めたりとかしました。なんか入院生活って何かに目覚めたりするね、暇な時間がいっぱいあるっていうのは本当楽しいもんですね。アマゾンでお買い物もさできるし、ネットフリックスもね見まくって、掃除もしてくださるし、ご飯も出てくるし、もう景色ももう超絶景だし、自分の空間の中にティーポット置いたりとか植物あったりとか本当にただの優雅なホテル暮らしみたいな感じでしたよね。でもステロイドの投与中は免疫力がねすごい弱まってるんで、そういうので病院に隔離しておこうみたいな、そういうことなんですね、長期間入院っていうのは。で、薬の量も1週間刻みでちょっとずつね減らしていくんですけど、それで食欲もね落ち着いたりとか、寝れる時間も増えてきたりとかっていう感じでした。で、そんな感じで結局入院したのは26日7日間ぐらいで、最初はね3ヶ月入院ですよって言われて、はあと思って即入院だったのに、あっという間みたいな、4週間弱で出ちゃったよみたいな。本当はねもっと入院したかったけど早めに退院できました。祝退院。はい、ということでざっくりなんですけど、こんな感じで過ごしたよ、こんなことがあったよっていう感じで、再発はするのかっていう疑問なんですとかありますかね。あるかなって思って言うんですけどします。再発はねちょこちょこしてるんですよね。完治はすごく難しいっていうか、しないもの、お友達として生きていこうみたいな病気っぽいですね。蚊に刺されとか、そこガーって書いて、それが皮膚がめくれてかき壊してしまった時とかに一気に水ぶくれぴょんってなって、始まったってなって、でもこの大元をね大元が完治すれば他のも引くっていうのも学んだので、やばいってなったらもう大きい絆創膏ここにバーンって貼って書かないで OK で、そしてね1年経って一番皆さんが気になるかなと思う部分なんですけども、あとは残るのかって、あんだけね皮膚がしっちゃかめっちゃかなったらあとはどうなっちゃうのっていうところなんですけども、お医者さん曰く発症から5日以内にちゃんとした治療を開始すれば割と綺麗になるよみたいな感じだったんですけど、私は8日ぐらい経ってたから残るんだろうなって思ってたんですね。はい、残りました。で結局1年経って、代謝もね一通り終わったところなんですけども、やっぱうっすらねまだちょっと残っております。ちょっとなんですけどね、見せていこうと思います。まずですね、一番大きかった腰の部分からいきます。はい、こんな感じで、この黒い部分が腰の日焼けの部分ですね。かなり薄まったかなと思います。で、お腹はこんな感じ。ちょっとねムニムニですみません。お腹はこんな感じですね。ちょっとおへそは恥ずかしいので、はい、こんな感じ。はい、で背中はこんな感じですね。残ってるっちゃ残ってるけど痛々しくは一切ないみたいな感じで、腕とかも全然もうちょっとまだらにちょっと残ってるぐらい、そんな個人的には気にならない程度ですね。こ
ちとかも全然ない。あんなひどかった割には結構綺麗になってる気がします。足が結構ひどかったかな。足はこんな感じですね。まあちょっとこうミニスカートとかはちょっと気まずくて履けないっていう感じで、やっぱ足はなんかやっぱ血行が悪いのかなんか巡り黒ずみが大きい気がします。こっから上はほとんどなくって、その日焼けしてないんですよ。ショーパンだったからなのかな。こっちもここが大きくってすっごい大きいシミになってますね。でここはなんか検査に出したやつでなんか皮膚持ってかれてあったって感じで。という感じで見た目の方はねちょっと残ってしまっているんですが、もう私的にはすごい綺麗になったし、これでもう満足。でもたまにこう過去のなんか写真とかですごい綺麗な肌が出てきたりとかすると、いいなとか思ったりするんですけど、でもなんか綺麗な肌が欲しいっていうよりも、こうしてこう正常な肌が全身をもう覆っているっていう奇跡、そして痒くなくて安眠できるこの日々にもう大感謝なので、綺麗な肌っていうところはもうほんと全然考えてなくて、足りないものよりも足りていることにフォーカスして生きていこうって思ってます。食事を楽しめる舌もあるし、トイレに行ける足もあるし、何だってできる。痒くて痒くて誰かを殴りたいなんていう感情ももうないし、ちょっとシミは残ったけれども何も不満ではございません。もうそれより何よりもね、この世界の神秘に気づかせてくれたこの病気にもはや大感謝。普通って普通じゃないんだよっていうね、この幸せを気づかせてくれたこの病気のある意味こう最高のタトゥーを刻んだみたいなね。これを見るたんびにそうだ、当たり前って当たり前じゃないんだって思いながらね、過ごせるわけです。ということで、私の闘病記録でした。同じようなね大変な思いされてる方がもしこれ見ていたら、ぜひここのコメント欄をサンドバッグ代わりにしてください。かゆい、痛い、辛い、しんどい、わーってこう、もう文字でよければ叫べるだけここで叫んでってください。もうそれがどれくらい大変なことなのかっていうのをいろんな人に知ってもらいましょう。そして少しでも早く落ち着ける症状が良くなるように祈っております。アロマおすすめです。ラベンダーの香りを私は寝る時にここにダダダダって垂らしてから、でちょっとだけ痒いことを一瞬忘れられるっていうのでアロマおすすめ。そしてこの病気をね知らなかった方たちに、少しでもこの病気への理解が深まってくれたら嬉しいです。この私が体験した自我感作性皮膚炎っていうのもすごく大変な病気なんですけど、実はねこれがもっともっと大変で、水疱ができちゃう症状が生まれつきの方もいるんですよ。難病指定されてる水疱症っていうのがあるんですね。もうこの病気の大変さはもう本当に私でも想像しきれない。生まれた時から子供がこのかゆみと戦い続けてるこの痛さとか、水疱症の方が国内に2000人ぐらいいるらしくて、根本治療がない、無理って言われてる病気で、本当一生付き合っていくものっていう感じだったんですけど、なんかさっき検索したらどうやら治験が始まったようで、ぜひ水疱症って検索してみてください。多くの人が知れば知るほど新薬の研究もねどんどん進んでいくんじゃないかなとも思いますので、まだまだ認知されてない病気ジャンルだと思うので、こんな病気もあるんだなってこういろんな人が知ってくれたらなと思います。はい、という感じでここまで見てくださりありがとうございます。まとめきれていないというか伝えられてないことも多分たくさんあると思うので、何か疑問点とか何でもコメント欄で質問してください。そしてこれから YouTube もねどんどんテンポアップしながら頑張っていこうかなと思いますので、ぜひコメント、チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。それからですね、11月10日の夜の23時頃から私の30歳になるよハッピーバースデーカウントダウン生配信をやりたいと思います。シャンパンとワインとおつまみもたくさん用意して、ガブガブジャブジャブ飲んじゃおうかなと思います。よければ、見に来てくださいという感じで、ありがとうございました。それでは。
あれから何千回と地球は回って何万回と争い合った今でも変わらない愛し合える僕らの遺伝子だ信じてみたら明日から君も仲間さ